夢日記。夢の旅人。自分は小学生時代からの友人に誘われて、ホテルの宴会場で行われている何かのパーティーに来ていた。パーティー自体は至って平穏に行われていたが、そろそろお開きという頃になって、自分の持ち物がなくなっていることに気がついた。一瞬焦ったが、必死に探すと、壁際の椅子の上にカバンが置いてあったので、よかったと思い安心したが、カバンは開かれていて、中にあった現金8万円とスマホを盗まれていた。うわぁ、どうしようと焦っていると、細身の男性がやってきて、これすいませんでしたと言って現金8万円を自分の手に握らせて、すぐに立ち去っていってしまった。自分はお金が無事に帰ってきたことに喜んで、いやちょっと待って、盗んだんだけど返してくれてありがとう。怒ってないから、なんか略にありがとう。と呼び止めたけど、その時には彼の姿は見えなくなっていた。すると、そのやりとりを見ていた中年男性が、おい、なんでお前、金もらってんだよ、と、イチャモンをつけてきて、周りの人たちにも、こいつ、さっき金もらってたよな、と言って味方につけようとしていた。自分は、いや、見てたならわかるでしょ。自分はお金を盗まれたの。なんでかは知らないけど、さっきの人が返しに来てくれたの。自分は盗まれた側だから、と反論すると、それなら、もっと感謝するよな、みたいなことをまた周りの人を巻き込む感じで言ってきたので、さっき、ありがとうって言ってたでしょ。盗まれたけど返してくれたことには感謝してるし、別に怒ってもいないって言ってたでしょ。と言ったら、ブスッとした顔をしてどこかへ行ってしまった。トラブルはあったけれど、無事にお金は戻ってきたので、財布に8万円をしまおうとしたら、どう数えても8万円には足りなかった。でもまあいいや、少しでも帰ってきただけでいいや、と思い直して、改めて財布にしまおうとすると、お札の間に、お札ぐらいの大きさの紙が挟まっていて、手書きの文章が書いてあった。でも、その時にはまだスマホとカメラバッグが見つかっていないし、読んでる時間もなかったので、お札と一緒に財布の中にしまった。再び半ば諦めの気持ちで、会場中を探し始めたけれど、やはり見つからないので、黒服のスタッフの人たちに、スマートフォンと一眼レフの入ったカメラバッグを紛失した旨を伝えた。黒服の人たちは、仕事の手を止めて、3人がかりで探してくれて、スマホはすぐに窓の縁にあったのが見つかった。しかし、カメラバッグはどこにもなく、自分が持っている一眼レフカメラは、とっくに壊れてて動かないので、もう諦めて帰ろう、と思ったら、さっきまでホテルにいたはずなのに、いつの間にか大型の船に乗っていた。船は、夕陽の漂う夜の海を進んでいて、しばらく一面氷の海を見て唖然としていたけれど、帰らなきゃと思い直し、操舵室へ向かった。本来なら厳重に警備されているのかもしれないが、普通に操舵室に入ることができて、船長さんに、茨城に帰りたいんですけど、どうしたらいいですかと尋ねると、日本語っぽい発音ではあるけれど、全く意味が理解できない言語が返ってきた。よく見てみると、船長さんの口は全く動いてなく、先ほどの声は、外の甲板にいる作業員のおじさんが、ガラスの向こう側から、ジェスチャーを交えて、こちらに向かって話しかけてきている声だった。自分は操舵室の中にいて、外は風が吹雪いている極寒の海なので、おじさんの声が中まで聞こえるわけがないのだが、おじさんの声は操舵室の中全体に響いていた。どういう理屈で聞こえてるんだろうと疑問に思いながら、何を言っているのかわからなかったけれど、おじさんに向かって何度もうなずいていたら、おじさんは納得したように甲板作業に戻っていった。自分は再び船長さんに、どうやったら茨城に帰れますかと尋ねると、今ちょうど着いたからあのバスに乗るしかないんじゃないかなと言われて、いつの間にか幼稚園の送迎バスぐらいの大きさのバスに乗っていた。よくわからないけれど、とりあえずバスに乗れた安心感もあり、スマホの充電どうしようかな。どこかに泊まらないと今日中に帰るのは無理だよな。
飛行機で帰るしかないかななどと考えながら走るバスの行く先を見ていたら、最初は何もない普通の平地だったのが、だんだんとバスが大きく揺れるぐらいの悪路を進んでいた。道自体も氷でボコボコの道路と氷漬けのトンネルを通ったかと思えば、貧民街の狭い路地のど真ん中をバリバリとぶち壊しながら走ったり、水平線と沈んでゆく太陽以外に何もない平野を走ったり、まるで遊園地のアトラクションのように周りの景色は変わっていった。自分は念のために運転手さんにもこのバスがどこに着くのか聞いておこうと思って走行中の運転席まで歩いていくと、ハンドルの前には1枚の板が置いてあって、運転手さんが包丁で自分の指を切り落としていた。切り落とされた指を包丁で板の隅に寄せると、なぜかまた指が生えてきていて、また指を切るというのを繰り返していた。なぜか自分はそれを不思議とも思わず、このバスはどこに向かっていて、どうやったら帰れますかと尋ねると、またしても日本語っぽい発音だけど全く言ってる意味がわからない言語を話していて、どうしたものかと考えていたら、運転手さんが自分の指を切っていることがおかしいことに気づき始めた。それで運転手さんに、今日はおかしなことばかりなんですよね。まるで世にも奇妙な物語の世界に入っちゃったみたいですよ。と言うと、日本語で、今なんて言ったと聞き返してきた。いや、なんかおかしなことばかり続いているので、世にも奇妙な物語みたいだなと思って。と言うと、周りには木々が密集していて、雑木林のトンネルの中を枝をバキバキと折りながら走っていた途中だったのに、急にバスを止めて、今、なんて言ったとものすごい剣幕で怒鳴って立ち上がってきた。自分は命の危険を感じてバスから降りると、元来た道を戻って雑木林のトンネルの中を枝葉を押しのけながら全力で駆け抜けた。ある程度進んでから後ろを振り返ってみると、バスの運転手が鬼の形相で追いかけてきていた。雑木林のトンネルを抜けるときに、運転手の全身に木の枝がまとわりついて、トレントのような樹木の怪物の姿になって向かってきていた。自分はその姿を見て腰を抜かしてしまい、あたふたとしていると、背後からホテルでスマホを探してくれた黒服の3人組がやってきて、ほら、やっぱり言わんこっちゃないと言いながら火球を放出して、あっけなくバスの運転手は燃えて動かなくなってしまった。何このホテルのサービス良すぎと思っていると、黒服の一人が全身トゲだらけの巨大なアルマジロみたいなモンスターを空中から召喚した。そのアルマジロは自分の方に高速で回転しながら向かってきて、自分はそのアルマジロのトゲに全身を貫かれてしまった。体から粘土みたいな血が流れ出してきて、ああこりゃ死ぬなと思っていたら目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。